私の夫は韓国人なんですけども、日本に行った時にパチンコ屋さんに入ったそうです。皆さん、こんにちは。今日は2024年3月4日の月曜日。韓国では学校の新学期が始まりました。嬉しいですね。この日をどれだけ待ち望んだことか。もちろん私の息子と娘も学校に行きました。長い長い冬休みが終わって、とてもとても爽快な気分なんです。엄마、お昼ご飯何？엄마、점심 뭐야？今日はこの声を聞かずに済みます。なので今日は普段の私の話し方で今考えたり感じたりしていることを皆さんに伝えたいなーって思ってポッドキャストを撮ってみることにしました。いつも私の YouTube を見てくださって、そして応援してくれて本当にありがとうございます。この場を借りて感謝を伝えたいと思います。早速ですが、今日のテーマはパチンコ。皆さん、パチンコって聞いたことありますか？あるあるという人もいれば、何パチンコってと思う人もいると思うんです。パチンコはですね、一言で言うと、ラスベガスのカジノとまではいかないんですけども、合法的に国で認められたギャンブルのできるお店になっています。日本全国にありますし、こういう繁華街、ホナガに行くとですね、よく見かけることができます。中に入ってみると、こんな感じでパチンコ台が並んでいます。パチンコ台にですね、この刺さっているものはですね、釘です。釘は韓国語でもと言いますよね。この釘の間の部分に銀の玉がぐるぐる回っていきます。銀の玉がこの穴の間とかに入ることによって音とか音楽とかが鳴り始めて、そこで大当たりが来ると銀の玉がですね、本当にたくさんたくさん出てくることがあるんです。もちろん最初にこういうふうに回す銀の玉なんですけども、それは自分のお金で払って玉を買わなければいけないという仕組みになっています。こんな感じですね。この右手でレバーを押さえたりしながらですね、この銀の玉を回していく。そして大当たりが出ると、こんな感じで銀の玉が、たくさん出てくるんです。そして1段、2段、3段、1段、2段、3段。このようにたくさん溜まっているパチンコ台と全く溜まらないパチンコ台が存在します。先生は行ったことありますか？はい、こんな質問を受けることがあるんですけども、実は私もですね、3回ぐらい行ったことがあります。賭博とかギャンブルに全く興味はないんですけども、私が大学生ぐらいの頃に、私の父、アッパーですね、お父さんから電話がかかってきて、自分が遊んでいるパチンコ台に火がついたんだ。自分はこれから仕事に行かないといけないから、代わりに打っておいてくれないかというね、電話をもらって、しぶしぶ行った思い出があります。その時はですね、父が火をつけてくれたおかげで、この画面のおじいさんのように、弾がどん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 出てきますので、とても気持ちよく、爽快な気分でパチンコを楽しむことができました。私は天国にいるような気分だったんですけども、全然弾が出ないパチンコ台に座ってる人は、台をパンパーンとこうね、叩いたり、リーチが来たのに、スロットが揃わなかった時に、クソとね、韓国語で言うよだと思うんですけども、殺気に満ちたおじさんたちもたくさんいらっしゃいました。そんな人たちの羨ましいなーっていうね、羨望の眼差しを背中に感じながら、玉も本当にたくさん出てきまして、3時間、4時間ぐらいで玉の箱をですね、5箱ぐらい積み上げた記憶があります。
でもパチンコ屋さんに一番初めて入った時に耳が痛いぐらいの銀の玉が流れたり、こう箱の中に落ちたりする音がですね、もう右から左からもう本当にいろんなところから聞こえてきて、人の声がね、全く聞こえないぐらいうるさかったなというね、そういうイメージとですね、あと、タバコの匂いがね、もう本当に店中に充満してて、タバコの白い煙がもくもくもくと周りに漂って、私の服からタバコの匂いが消えないんじゃないかなと不安になったり、それが嫌だったなぁとね、感じたことを覚えています。でも、最近ではですね、私は最近は行ったことはないんですけど、聞くところによると、とてもお店の中が綺麗になって、タバコが禁煙のお店、담배가 금연인 가게、こういうお店も増えてきたみたいですよ。あとですね、パチンコ台もアニメ北斗の拳、エヴァンゲリオン、そういう番組とのコラボレーションで作られたパチンコ台っていうのが増えているそうなんです。ですので、ヤクザ、カンペというよりは、可愛い女の子、男の子、若い女性、男性の姿をよく見かけるようになりました。パチンコ台の種類も本当に多くて、いろんなテーマのパチンコ台を選ぶことができて、まるでアニメとか映画の世界に迷い込んだかのような興奮を味わうことができるようになっています。一度火がつくとずーっと球が出てきます。一日中同じパチンコ台に座っていることも多いんです。そういう時はですね、今画面にあるように左側のスティッカーにはただいま食事中、何時から何時まで。右のスティッカーにはですね、ただいま休憩中、何時から何時まで。こんな感じのスティッカーを従業員の人にいただいて、ご飯を食べに行ったり、おトイレに行ったりしなければいけないんです。このスティッカーがなければ、他の人が自分が座っていたパチンコ台に座ってしまったりしますので、席を空けるときはですね、必ず従業員さんにこのスティッカーをもらっていかないといけないことになっています。私は一度もこの銀の玉をですね、お金に変えたことはないんですけども、お店の中ではなくて別の交換所っていう四角くて薄暗い場所があるんですけども、そこに玉を持って行ってお金に変えてもらうということになっています。こんな感じで多分ここ私もよくわからないんですけども、玉を入れて、その玉のですね、重さとかね、量に応じて交換できるお金の金額が、変わってくるんだと思います。こんな感じで、お金が出てくる。はい、日本のパチンコ。今の私の話だけ聞いたらですね、わあ、パチンコ台に火がついたら、とてもいいなと、お金が儲かるなと思うと思うんですけど、でも最初に玉を買わなければいけないんですよね。こんな感じでうまくいくのはですね、もう本当に少ないですし、なかなかこの当たりの来るパチンコ台に巡り合う可能性もはっきり言って低いです。私の夫は韓国人なんですけども、日本に行った時にパチンコ屋さんに入ったそうです。そして最初に玉をお金で買うんですけども、2万円分、20万のちですね。2万円分の玉を買って、20分で全部なくなったというふうに言っていました。なので、ちょっと楽しんでみようかなって思う分にはいいと思うんですけども、あまりおすすめできるものではないと。中毒性もありますのでね、なるべく行かない方が、いや、できるだけ行かない方がいいと思います。じゃあなんでポッドキャストで紹介するんだとね、皆さんに叱られてしまいそうなんですけども、日本語のクラスで質問を受けたことがあって、先生、日本のパチンコってヤクザ、カンペ
ヤクザがたくさんいるんですか？こんな感じでね、パチンコ屋さんについて興味があったみたいなので、そしてその仕組みをとても不思議がっていましたので、今日はパチンコ屋さんについて軽く話をしてみました。日本旅行に行った時に繁華街でパチンコを見かけたらですね、ああ、陳線が言ってたパチンコだーとね、遠くからね、ちょっと見学をして記念写真などを撮ってみたらどうかなと思います。それでは皆さん、今日もいい一日をお過ごしください。またねー。